仕事のストレスはオフの時間ではなく、仕事の時間の中で解消できた方がいいと思う。リモートワーク環境を整えてから生産性が一気に加速した男、江川です。およそ2年間ちょいちょい改善しながら行き着いた6畳書斎のデスク環境を紹介します。紹介していくそれぞれのアイテムの満足度を本音の5段階で採点しました。中には5段階の枠を超えてしまった神アイテムも、また残念に思うところも僕は正直に言いますよ。自腹で購入してるんでやっていきましょう。まずはデスク。プレダクツさんからリリースされている進化する机メトロ 160cm 天板にフレキシスポット E7 モデルを組み合わせて使っています。天板の満足度はいきなりの星マックス。プレダクツデスクはもうまずね、表面が美しい。さらに天板の裏側、これはねマジでガジェット。4本のレールがついてるんで、そこに様々なモジュールを組み合わせることで人それぞれの目的によってカスタマイズし収納することができます。モジュールはいろんなバージョンが発売されてるんですけれども、現時点で僕は MacBook Pro をクラムシェルモードで使用してるんで、パソコン用のトレイ、オーディオインターフェース用のトレイ、ごっちゃごちゃになるケーブルやアダプターを入れるケーブルホルダー、そして引き出しを天板裏にぶら下げています。垂れ下がってしまうケーブルを直接ね束ねるためのモジュールも発売されてるんで、そういったケーブルごちゃごちゃ問題から解放されました。モジュールの中でも特におすすめは引き出し。ケーブルを通すための穴が開いてるんで、 iPad mini をね僕は収納しているんですけれども、常に充電することができています。今後は Nintendo Switch をぶら下げるためのモジュールも発売するそうなんで、リリースしたら即買う予定です。ちなみにプレダクツの天板を買わなくても、普通に木ネジで設置すればどの天板でもモジュールを使うことはできます。そもそもやっぱ男の子ってガチャガチャねこう組み立てたりカスタマイズしたりとメダロット要素がねやっぱ大好きだと思うんです。僕自身は大好きなんで、やっぱ楽しいですね、こういうのは。ちなみにこれまでは幅120センチ奥行き50センチのニトリのデスクを3年ほど使ってました。幅160センチ奥行き75センチと今回大きい天板を取り入れたことで、まあ気づきましたよね。なぜこの大きさで生きてこなかったのかと。もっと早く広い天板を導入するべきだったと思いました。机の上に余白が生まれることでノート PC をサブモニターのように使ったり、撮影する時のスペースを簡単に確保できたりと、いいことばっかり起きてます。昇降できるフレキシスポットも長時間のリモートワークに快適です。そもそも立って作業する必要ってあんねやっけと思っている派の人間だったんですけれども、実際に立って作業すると腰も楽ですし、集中力もねグッと上げたい時とか立って作業するのはいいと思いました。ただ立って作業をずっとしてると足の裏が逆に痛くなってきたりするんで、僕はリカバリーサンダルのウーフォスのねウーアーというねタイプのサンダルを使っております。クッション性がえげつないので履いててめっちゃ気持ちいいので本当おすすめですね。サイズはジャストよりもワンサイズ大きい方がいいと思います。想像よりもこうグッとね足を締め付けてくるんで。あと僕フレキシスポットにキャスターを取り付けてます。デスクがかなりの重さになるんで、いざね部屋の中で配置を変えたいなとか思った時にすごいね助かります。そして僕のデスクの心臓部パソコンは MacBook Pro Max のメモリ 64GB2TB SSD のモデルを使用してます。僕自身仕事が動画制作なんで、このスペックにしたことでほぼ快適に作業することができてます。リモートワークが増えたといえども外出して仕事することもあるんでノートタイプを選びました。基本的にはクラムシェルモードで稼働してます。ディスプレイは LG さんから出てるウルトラワイド35インチモニターの湾曲タイプを2年ほど使ってます。 USB-C1 本で PC と接続、さらに給電もできるタイプですね。決め手はコスパですよ。コスパもうスペックもね重視しだすときりないんですけれども、コスパマルチタスクで作業するときにウルトラワイドモニターはめちゃくちゃ作業効率が上がります。動画編集するときも一気にね様々なパネルを表示できるんでとにかく使いやすい。実際にこのモニターってテレビ局の編集室でも使われてたりします。湾曲タイプなので映画など、そういった視聴にも向いていて、
もしねこのモニターがダメになったとしても、次もね僕は絶対ウルトラワイドモニターを購入すると思います。ただこの機種にするかは分かりません。ちなみに動画編集時など正確な色を表示したいときは MacBook Pro をボヤタのスタンドに置いてサブモニターとして使用しています。モニターアームはエルゴトロン LX を使用してます。やっぱり35インチとでかいモニターを支えるパワー、そして可動域をどちらも実現してくれてるのはこのモニターアーム。売れる理由はわかる。そもそもモニターアームって使ったことない人にとってはマジでいるかいらんか迷うアイテムやと思うんですよね。でももう典型的な早買っとけばよかった系のガジェットです。そして僕モニターアームとか接続する部分には補強プレートを挟んでます。机に傷つくむっちゃ嫌っていうのもあるんで。スピーカーはオーディオエンジン A2 ワイヤレススピーカーに行き着きました。これを選んだ決め手っていうのはもうデザインですね。値段は高かった。実際音を聞くと想像よりも感動は低かったけど全然 OK みたいなとこでしょうか。結構こもった音声だと僕は思います。見た目は好き。スピーカースタンドはオーディオエンジンから出てるこちらのタイプにしました。とはいえ僕結局都内の賃貸に住んでるんで大きい音量を出すことができないんですよね。ということで結構ヘッドホンを使うんですけれども、今2つ使ってます。1つがゼンハイザーから出た新しめのねヘッドホン、モーメンタム4ワイヤレスヘッドホン密閉型です。正直これまで音質を重視してどうしてもね有線ヘッドホンを僕は使ってました。ただとうとうワイヤレスヘッドホンここまで来たかという迫力と音質のヘッドホンに出会えたと思います。これでバンプオブチキン聞いてみ、震えますよ。ヘッドホン自体に調整が行われてるんで音楽を楽しむときはこれ一択にしてます。そしてもう一つ、動画編集や映画を見るときは同じくゼンハイザーさんから出てるヘッドホン HD560S を使ってます。こちらは開放型と言われるタイプでヘッドホンの外の音ね、外部の音ががっつりね聞こえちゃいます。なので音漏れも激しいんで完全に室内専用ヘッドホン。よく機能で外音取り込み機能ってあるんですけど、あれでは味わうことができひん開放感があります。なので長時間使っててもマジで疲れづらい。これは満足度5を超えて8くらいいっちゃってますね。そしてモニター用ヘッドホンでもあるんで音の調整がされていない純粋な音を直接耳に届けてくれます。なので動画編集などに向いてます。ただこの HD560S は有線タイプです。付属しているケーブルは3メートルとめちゃくちゃ長かったんで別途 1.7 メートルケーブルを購入して使ってます。収納するときはケーブルを引っ掛けることができるループ付きのヘッドホンフック、イオーノさんから出てるやつを使ってます。オーディオインターフェースは持つ M2 を使ってます。発売当初めちゃくちゃ売れたらしくて入手困難だった機種らしく、比較的低価格にもかかわらず高性能 DAC が搭載されてて脚色のない明瞭さでモニタリングすることができるとアンソニーさんの YouTube で知りました。たまに音声収録で XLR アダプターを使用する程度なんで M2 でいいかなと M4 ではなくこちらのタイプにしました。 USB-C で稼働できるっていうところもモニターや差し込み口が側面についていることもデスク環境を整える上で僕的には最適でした。でこれ僕個人の意見なんですけれども、モーメンタム4よりもやっぱり有線のね HD560S と持つ M2 の組み合わせの方が僕的には音が好きです。本音ですけれども。そしてキーボードは現在メインでロジクールさんのメカニカルキーボード茶軸タイプを使ってます。配列は JIS タイプ。もともと僕15年近く US 配列を使ってて初めは結構ね抵抗ありました。ただサブキーボードのロジクール MX キーズが個人的にもうめちゃくちゃドンピシャやったんで、このシリーズのメカニカルキーボードを試したくて、JIS しか売ってないんですけれども購入しました。結論、3日もあれば慣れる。配列はこの感覚はね、以前もむちゃくちゃ使い慣れてたトラックパッドからマウスに乗り換えた時と同じ感覚でしたね。そして僕は点キー必須派の人間です。デスク上にすっきりコンパクトよりも作業効率を考えて点キーはつけちゃいますね。特に動画編集してると数値入力することめちゃくちゃ多いんですよ。だから点キーってめちゃくちゃ便利だと思います。あと本当に使って分かったことなんですけれども MX キーズよりもメカニカルの方が僕的にはタイピングミスが少なかったです。僕に合ってるってことですよね、メカニカルが。そしてすごいのがね、これ充電の持ち具合。フル充電で15日間、
バックライトオフで使用すれば10ヶ月持つらしいですね。えぐい。そしてパームレストもロジクールを使ってます。カラーの統一感が出るんでこれを選びました。木製のパームレストとかもまあ見かけるんですけれども、このちょっとプニプニしてるクッションに慣れてしまって買い替える予定は今のところ全くないですね。これも2年近く使い続けてますけれども欠かせないガジェットです。そしてマウスは同じくロジクールさんから出てる MX マスター3を使用してます。このマウスが僕をデスク沼にはめるきっかけになった最大のガジェット。原点にして頂点。ガジェット1個でこんなに作業効率で変わるんかと感動したアイテムです。個人的に最大の魅力は、5つのショートカットボタンがこのマウスに備わってるっていうことです。専用のアプリケーションを経由することで Word、Excel 動画編集ソフト、ブラウザなどアプリごとにそれぞれのショートカットキーを組み込むことができます。めっちゃいいですよ。これめっちゃ便利。見た目的にはマジックマウスの方がそりゃかっこいいよ。でもこの生産性を味わってしまうとマジで戻れません。外出する時も必ず持ち歩くほどラブです。そしてマウスパッドはグローブメイドのレザータイプを使ってます。もうこれは完全に見た目に惚れ込んで円安なんですけれどもポチりました。裏面がコルクが滑らないんですよね。しかもなんか鉄のプレートも入ってるんで安定感もあってサイズ感もえげつなくドンピシャ。しかもアップルペンシルとか置けちゃうんでペンどこ行った問題がなくなりました。大変満足しております。ちなみに僕はこれ注文から到着まで3週間くらいずっとね海外郵送を追跡し続けて落ち着かない日々を過ごしました。そして照明はフィリップスさんから出てるヒューライトホワイトグラデーションを使ってます。これ 60W ですね。ヤマダ照明の Z ライトと組み合わせて使ってます。最近天井照明もヒューライトに変えました。以前は 60W タイプしか多分なかったと思うんですけれども 100W タイプが発売されてたんで速攻これにしたという感じです。 iPhone や iPad のアプリを使うことでくつろぐとか集中するとか読書するとかアプリに備わってるライトレシピっていうのを楽しむことができるんで雰囲気をねいい感じに演出してくれます。リモコン型のスイッチも売ってるんで、アプリとか立ち上げんでも操作することができるんで便利なのでおすすめです。ちなみに動画撮影するときは僕実はこのフリッカーが出ちゃうんでねアプチャーから出てる B7C という電球も使ってます。これねフリッカー出ないんで、YouTube とか撮影する人には本当おすすめのライトです。そしてリモートワークに欠かせないのがカメラとマイク。カメラはロジクールの C980GR というものを使ってます。意外とね大きかったですね。届いて最初はやっちまったなと思いました。正直リモート用のカメラにスペックはそれほど求めてないのが本音なんで普段会議でもどちらかというと顔出さないですよね普段。だからアプリ経由で画角を変えれたり 60fps 撮影できたりと、性能はもう十分かなと満足してます。いざ綺麗に撮るってなったら α7-4 を接続します。マイクは手話さんから出てる MV7 ポッドキャストマイクにウィンドスクリーン RK345 を装着して使用してます。このマイク結構人気やと思うんですけれどもマジで音いいですよ。今まさにこの MV7 で集音してるんですけれども音めちゃくちゃ良くないですか。 USB 接続 XLR 接続の2種類が選べるところもありがたいですよね。でマイクアームは L 型とウェーブマイクアーム LP というローポジションでね稼働させることができるものを選びました。デスク環境を整え出した当初僕マイクアームって大げさやしごついしダサいと思ってたんですよね。ただこのコンパクトに収納できる感じこれならありかと、思い購入した感じです。そしてここまで紹介したガジェットの全てを管理してくれてるのが神ガジェットカルデジット TS4 です。これもね詳しくは別の動画にしてるんでそっち見ていただけるとありがたいんですけれどもマジで最高これ星マックス。すべてのガジェットを MacBook Pro に高速転送できるサンダーボルト4ケーブル1本をつなぐことだけで接続できる神ガジェットです。 TS4 がなかったらもういちいちね Mac にこれらすべてのガジェットのケーブルをね毎回つなぐ必要があるんですよね。以前はね僕ももう一個一個ちゃんと挿してました。ただやっぱね贅沢品はね便利ですわ。快適ってお金かかるんやなと痛感したアイテムです。椅子はエルゴヒューマンプロオットマンを使ってます。
これもね、別の動画にレビューを出しているんで、もしよろしければ見ていただければと思います。関家具さんっていうところに行って座りまくって選びました。僕的にはジャストフィットよりも大きめでゆったり座れる方が心地よかったので、こちらの椅子にしました。オットマンをつけたんですけれども、ほぼ使っていません。そういう人多分多いんちゃうかなと思います。あとデスク周りに置いておくと便利なアイテムをささっと紹介していきます。 iPhone はベルキンの 2-in-1 充電器を使っています。 AirPods Pro のケースはピタカさんから出てるマグイージーケースを選びました。見た目がめちゃくちゃドタイプで、しかも頑丈なんで完全にねこれ AirPods Pro を保護してくれます。そしてアンカーさんのマグネットケーブルホルダーを使って USB-C 給電をすぐに簡単にできるようにしています。結局いろんなガジェットを充電する必要があるんで、ほんとすぐに取り出して机の上にも置けるっていうことを考えると、こちらのポジションに落ち着きました。あとケーブルの結束バンドはナイトアイズのギアタイというものを使っています。太くて長いケーブルは6インチ、ちょっと大きめのタイプを使っています。細いケーブルには3インチタイプを使っています。こちらにはループがついているので、ケーブルに常につけておくことができます。言うても安いんで僕何回も購入してますね。はい。有効ボードは IKEA のスコーディスを使っています。とりあえず迷ったら IKEA に IKEA とはよく言ったもんで、いろんなフックやトレイが選べるんで、何をどこにつけようかなみたいな、それを考えてる時間も楽しいです。ちなみにここにちょっとこう引っ掛けてるものでおすすめのものをあげるとするなら、 USB 充電で使える見た目もおしゃれな電動ドライバー、これねめっちゃいいですよほんと。あとほんとこれはもうおまけみたいな感じですけれども、超強力マグネットフック、これはデスク周りで何かと使うタイミングあるんじゃないかなと思います。僕はちょっとケーブルをこう引っ掛けるためのフックに使ったりとかしてるんですけれども、とりあえず持っとけば工夫次第で使えるんちゃうかなと思います。というわけで結構なアイテムを紹介しましたが、2022年秋時点ではこんな感じに仕上がってます。いろんなデスクツアーありますけど、みんな似たり寄ったりみたいな部分があるんで、尽きない欲求、これがデスク沼やなと思います。はい、ちょっと長くなりましたけれども、ご視聴ありがとうございました。じゃあ。